皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。アメリカ、ロシアとの間における外交交渉が本格化しています。最初に取り上げるのは、8月8日までにウクライナの停戦協議へ向けて、ロシアが何らか姿勢を変えないのであれば、二次関税を課すという話をトランプ大統領は行っていました。この件に関しては完全に先送りとなりました。というのも、ロシア側から停戦協議へ向けた具体的な案が提示されたと報道されています。ただし、この停戦案はかなり多くの問題点を含んでいます。戦争研究所の発表している地図を元にして、ロシア側の停戦案について解説しておきます。ロシアは2014年にウクライナから奪ったクリミア半島について、これをロシア側の領土として正式に認めるよう求めています。それに加えて、現在は東部南部合わせて4つの州について、ロシア領であると一方的に宣言も行っています。今回の停戦案については、クリミア半島プラス東部の2つの州、ルハンスク州とドネツク州について、ロシア領としてウクライナ側が正式に認めよ。そのためにも、東部戦線からウクライナ軍が撤退せよと求めています。現在の主戦場は東部戦線、ドネツク州からの撤退を求めているロシア軍ですが、その撤退範囲が示された地図がこちら。水色で示されているのが、ドネツク州のうちロシア軍が占領していない地区です。戦争研究所はこの広さを6500平方キロメートルと算出しています。次に、今回の停戦案では言及のなかった南部ザポリージャ州について。ザポリージャ州についてもロシア軍は占領していない地区があるにもかかわらず、すでにロシア領だと勝手に宣言を行っています。水色の部分がロシア軍によって占領されていないザポリージャ州の地域です。そしてもう一つ南部の州、ヘルソン州。こちらもロシアは勝手に自分たちの州だと宣言していますが、水色の部分が占領されていない地域です。そもそもの話として、国連常任理事国が国際法を破った状態で軍事力の行使を行い、他国に攻め入って自国領だと勝手に宣言しているわけですから、これほど国際秩序を踏みにじった行為はありません。ましてやそのような行為に対して、同じく国連常任理事国であるアメリカがこれを認めるような方向性で外交交渉を行うのであれば、国際秩序を完全に破壊するような行為です。また今回、プーチン大統領が提示しているこの案については、あくまでも停戦案であり、何か終戦交渉を行うようなものではありません。つまり、あくまでも停戦という言葉の前には一時、ある一定期間だけ戦闘をやめようという意味合いが含まれています。戦争の長期化に伴ってその悪影響はロシア国内にも徐々に現れ始めています。それだけにどこかのタイミングで戦力を整えたいという思いがプーチン大統領にはあるのかもしれません。一時停戦を行えば次に本格的な戦闘を開始する時期を改めて自分たちの側で勝手に選ぶことができます。再び攻撃を行うための口実作りはどんな時にも可能であり、この停戦案はあくまでも時間稼ぎのものと見て良いでしょう。ロシア側の停戦案についてウクライナのゼレンスキー大統領の反応。ゼレンスキー大統領、領土は誰にも渡さない。米ロ首脳会談前に頭越しの行為を牽制。ゼレンスキー大統領が声明を発表し、領土問題に関する回答はウクライナ憲法にある。ウクライナ人は自分の土地を誰にも渡さないと述べた。ウクライナに不利な決定、ウクライナ抜きの決定は平和に反する決定だとし、そうした決定は何も生まず、機能しないだろうとも強調した。今回ロシア側から出てきた停戦案について、トランプ大統領は概ね評価していると報じられています。それは、ウクライナの停戦協議が少しの前にと進むように、ロシア側はもっと態度を改めなさいとトランプ大統領が言っていて、今回の提案というものがそれに応えたとトランプ大統領が評価しているからです。従来ロシアが行っていた主張というのは、ウクライナのクリミア半島プラス東部南部合わせて4つの州について、これを正式にロシア領だとしてウクライナが承認せよというような内容でした。それに比べると今回の話では、南部2つの州についてその帰属について特に言及しなかったことから、ロシア側は譲歩した形を一応は取っているわけです。そのためトランプ大統領は今回の話を評価しているというわけです。さらに、そうしたロシアに対する友好的な姿勢を示すための話がもう一つあります。それが開催場所です。今回、米ロ首脳会談が行われる
場所として設定されているのはアラスカ州だとされています。これまで米ロの首脳会談もしくは交換協議といったものを行おうとした時には第三国が開催場所となってきました。トルコであったり中東のUAE やカタール、サウジアラビアといった国々です。ところがそういった第三国ではなく、今回はアメリカで首脳会談を行うし、次回については今度はロシアにトランプ大統領が行って米ロ首脳会談を行おうじゃないかとロシア側は言っています。当事者であるウクライナを抜いた状態で米ロだけで停戦案を作ってしまおうという魂胆というものがかなり露骨になっているわけです。しかも厄介なことに米ロの間で勝手に停戦案をどんどんと決めていってウクライナが飲めないよという話になったらトランプ大統領の批判どこに向くかです。思い返してほしいのはトランプ大統領は就任して以来そのほとんどをウクライナのゼレンスキー大統領に対する批判を行ってきました。プーチン大統領に対して批判を行い始めたのはほんのここ最近の話です。それだけにトランプ大統領が自分が汗水垂らして外交交渉を行ったのに、これを蹴ったのがウクライナのゼレンスキー大統領だとして猛烈に批判する危険性すらあるわけです。トランプ大統領にしてみれば戦争を少しでも終わらせようとして自分は努力したのだから良いことをしているというつもりでしょう。しかし無理やりのようにして停戦させるようなことになればあくまでも次の大規模侵攻のための準備期間入りするだけで戦争そのものが完全に終わったわけではありません。むしろ一旦休んで戦力を十分整えたロシアが第二次の本格的な侵攻をしてきた時の方がより事態は悪化する可能性の方が私はより高いと思います。トランプ大統領はぜひともアメリカの歴史を学んでほしいものです。それこそ第二次世界大戦においてはドイツ軍がソ連に対して本格的な侵攻を行い始めた時、初期においてはドイツ軍が猛烈な勢いで占領地を拡大していきました。負け戦が続いたソ連を支えたのがアメリカです。その時、アメリカはレンドリース法、武器貸与法を駆使することによって大量の軍事物資をソ連へと送り、ソ連を助けるのに一役買いました。トランプ大統領はバイデン政権による無償支援といったものを批判していたわけですが、じゃあ自分だったらもっと賢く、かつて超大国として世界が認めていた過去のアメリカのようにレンドリース法を用いてウクライナに対して軍事物資を送るぐらいの話を打ち上げてほしいものです。ちなみにこうした軍事力によって他国の領土を切り取ってそれを第三国が承認するというようなことが起これば何が問題かといえば実は日本も全く無関係ではありません。例えば日本の場合だとソ連時代において北方領土が侵攻され現在でも占領状態です。他にも竹島なども同じように韓国に占領された状態であり他の国による侵略を許しそれを他の国が認めますよなんていう話を今実例として作ってしまうとこうした過去の話題について言ってももういい加減日本もやめたらみたいな話で日本の主張が完全に葬られる危険性すらあるわけです。さらにはここから先の話としても同様に悪用される危険性があります。軍事力を使って相手をねじ伏せた上で領土を拡大したり資源を獲得したりすることが認められるという話になってしまえば軍事力を使った方がいいような雰囲気すら生まれたとしても不思議ではありません。国際秩序というのは基本的には軍事力を使うな使った国は不利益を被るし国際社会からつまはじきにされますよというのを一つの抑止力として持っていたわけです。それは多くの人々や多くの国々において共通の概念として共有されていたからこそ役に立つものであり、人々の間でそんなものは幻想に過ぎないとみんながみんな何の役にも立たないと共通認識になれば結局世界はより荒れた世界へと進んでいくこととなります。ちなみにもう一つちょっと別の枠の話ではあるもののアゼルバイジャンとアルメニアの間における和平協議が成立し、これにトランプ大統領が大きく手助けをしました。アルメニアとアゼルバイジャンとの間では軍事衝突が何度ともあり、ナガルノカラバフにおける戦闘では15万人もの避難民が発生する事態になりました。初期においては優勢であったアルメニアでしたが、現在の情勢においてはアゼルバイジャンの方が圧倒的に優勢な状態となっており、次の本格的な侵攻が行われればアルメニアの方が国家滅亡の危険性すらあるような状態です。ここにようやく平和が訪れたかもしれません。ただしこの2つの国々の仲介にトランプ大統領が入ってきたことによりこの地域における情勢は大きな変化を迎えます。というのもアメリカが仲介に入ったことによりこの地域に対するロシアの影響力が大きく減退することとなります。そもそも
アルメニアにしてみれば、軍事同盟を含む連帯の中にロシアと協調関係があったものの、アゼルバイジャンとの戦争になった時にロシアが全く助けてくれませんでした。一方でアゼルバイジャンの方にしてみても、自国の旅客機をロシア軍が撃ち落として、しかもそれを隠蔽して責任をなすりつけたといったような事態も発生し、ロシアに対する反感も非常に強く持っています。それでいて、アメリカが乗り出してきてこの地域に権益を作り、両国と関与を持とうとしているわけですから、この地域における力関係は大きく変化を迎えることとなりました。ちなみに全く話に出てこないイランに関しても、アゼルバイジャン、アルメニアに対してアメリカが大きく関与することによって、イランの影響力も大きく減退することとなります。こうした本来であればトランプ大統領を大きく評価しても良いような話が出ているものの、ウクライナの停戦協議に関しては功績を台無しにするような展開が進んでおり、トランプ大統領に世界は引っかき回されるばかりだというのを残念に思うところです。それだけに日本は本来であれば国際秩序を守る側の国としてウクライナに対してもっと多くの支援をすべきだと思っています。それこそウクライナの汚職対策にもっと日本の人員を投入して国内の正常化を進めたり、自衛隊の退役兵器などについてはウクライナで処分してもらうような手を考えたりなど、もっと知恵を絞って対策を打ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。